なんか神々しい軽自動車があったので思わず撮影。日向薬師の参拝を終え麓に下っている最中です。あなたのチャンネル登録が旅の始まりです。さあ、新しい景色へ。この辺りクマがいるんだよね。ググると1月くらい前に目撃されたらしい。クマよけの鈴とか装備すべきだったか。周りに老人がいればおとりにしてさっさと逃げるのだが、単独だとね。たわわに実った稲穂が美しい。平日なのに子供がいる。通信制なんだろうか。もう今の高校生の 10% くらいは通信制らしい。左手は日向川。橋を渡ると日陰道というらしい。帰りは通ろうか。宿になっているのかな。野猿も出没するようだ。棚田になっているね。
電気柵に見えるけどどうなんだろう。フェイク？本物？人が触ってもピリッとするくらいだそうな静電気くらい。塔が見えてきたぞ。綺麗だな。電柱電線が邪魔だよ。着きました。上発願寺です。三重の塔だね。
伝大友皇子の陵墓に向かいます。西暦672年、大友皇子は壬申の乱で大天の王子に負けて自決されています。陵墓は全国各地に9カ所くらいあって、どれも疑わしいですね。大津市で戦いに負けたのに伊勢原の山奥に陵墓を作るわけがない。すごい蚊の群れに襲われています。薄手のアームカバーはしていますが、手についてくる。手袋も必要だった。そしてこのアームカバー、薄いので蚊の針がなんと貫通します。刺されてました。着きました。伝大友皇子の陵墓です。あらまあ、レプリカに変わっているのか。壬申の乱から鎌倉時代末というと600年後くらい。今でいうと西暦1400年くらいに亡くなった人のお墓を作るようなもの。レプリカの五輪塔以外は鎌倉時代末の700年前のものかな。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いしますね。